こんにちは、すずらんこみちのすずらんです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日はピックアップ内蔵のカリンバ2種類を弾き比べていきたいと思います。このチャンネルではカリンバの練習動画や楽譜、カリンバ本体のレビューなどカリンバに関する情報をお届けしております。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。それではどうぞ。はい、ということで今回はこちらの2機種のピックアップ内蔵カリンバを弾き比べていきたいと思います。まずは真ん中にあるのがフルルのピックアップ内蔵エレクトロニックカリンバです。17音です。そして右側にあるのがデュアルの D1 プロとなっております。こちらもピックアップ内蔵の17音カリンバです。デュアルなんですけども D1 とついているのが17音で D2 と2になっているものが21音カリンバとなっております。はい。まずはこちら2機種の重さを比べていきたいと思います。こちらのフルルは 591g でした。そしてデュアルの方は 376g でした。なんですけども、こちらのフルルの方は、はい、ここに電池で動くピックアップ内蔵となっておりますので、電池の重さも加算されるんですよね。なので電池の重さを入れると 639g でした。重い。ちょっとね、重たいかな。17音にしては。そうですね。持ち比べるとかなり重さの差を感じます。そしてピックアップについてなんですけども、こちらは下の方にボリュームなどの調節する部分がついておりまして、デュアルの方はここにピックアップがついております。上の方ですね。はい。コードを差し込むと電源を入れることができます。次にそれぞれのピックアップの使い方を説明していきたいと思います。フルルなんですけども、そこの部分にコードをつなぐ機械がついておりまして、ここにコードを入れます。で、上の方が AUX レックコードを入れるのかな？はい。そして下はヘッドホンをつなぐことができます。そして真ん中のボタンなんですけども、左側はボリュームですね。ピックアップ自体の音量を調節できます。そして真ん中のボタンが FX ボリューム。エフェクトのボリュームを調節できます。そして右側はトーンです。音の明るさを調節できます。で、これをコードを付属しておりませんので、別売りのコードを差し込むと電源が自動で入ります。今 R についているんですけども、こちらはリバーブです。で、FX ボリュームを一度押すと C がつきます。これはコーラスです。で、もう一度押すと D。ディレイモードになります。で、もう一回押すと、今度はリバーブがかかったコーラスになります。そしてこれをもう一度押すと、リバーブのかかったディレイモードになります。で、これのエフェクトの調節はこのボリュームでできます。はい。そして次にデュアルの方なんですけども、上部にピックアップがついておりまして、付属のコードがあるんですけども、これをこの穴に差し込むと電源を入れられます。点滅が4回ありまして、常時点灯になりますと使用できます。で、ボリュームがここにありまして、こちらのデュアルのエフェクトモードは全部で5種類になっております。まずは白はオリジナルモード、そして一度押すと紫になりまして、ホールリバーブモード、そしてもう一度押すと水色になりまして、これはプレートリバーブモード。はい。そして次に橙色はルームリバーブモード。そして最後に紺色がディレイモードとなっております。こちらはエフェクト自体の調節はありません。このモード5種類だけです。はい。細かく設定できるのはフルルの方かなと思います。はい。では音を取っていきたいと思います。こちらのヤマハAG06MK2 というものを使ってるんですけども、こちらはオーディオインターフェースとなりまして iPad や
iPhone などスマホで録画したい時には必須のものとなります。こちらはちょっと高いのでもう少しお安いものでいいかと思います。今つながっているものをご紹介しますと、1番はマイクです。ここにマイクがありまして、マイクで喋る声を取っております。そして2番はフルルがつながっております。そしてこちらは私がイヤホンで音を確認しながら聞いております。そしてデュアルはこの AUX というところに差し込んで、ここで音調整をします。そしてこの後ろの白いコードはぐるーっと来て、今この上で iPad で撮ってるんですけども、 iPad に直接 USB-C でつながっております。そして最後にこちらの黒いコードは下にぐるーっと来て電源とつながっております。はい、このような状態になっています。では順番にフルルから撮っていきたいと思います。ここにねスマホを置いておりまして、このモードを簡単に確認できるようにしようかなと今実験的に置いております。もしかして編集の際にこの辺りに載せているかな。はい、ちょっとどうやって編集をしようかまだ考え中なんですけども、とりあえずこのような状態で撮ります。ちょっとね、このね、フルルのコードが短かったのでね、どうしようかな。いけるかな。はい。ではでは、順番にやっていきたいと思います。で、弾いてる最中は、マイクの音をミュートしていきます。というのも、マイクでカリンバの音も拾ってしまいますので、ピックアップで撮った音を純粋に撮っていきたいと思いますので、マイクは消して、ここのモードだけ移していきますね。はい。それではお聴きください。
はい、弾き比べてみましたがいかがでしたでしょうか。フルルとデュアルについて大きな差が2つ3つあるかなと思うんですけど、まずはキーの形状ですね。はい、フルルはすごく丸みのついたキーになっております。最新のフルルのキーと同じではないです。はい、そしてデュアルの方はストレートタイプのキーになっておりまして、ボディにこう角度がついているので、なんていうかボディとキーの高さがより高く感じてしまいます。持ち方によっては、私は特にそうなんですけど、こう寝かし気味で持ってしまうので、指が届かなくて下から当ててしまったりなんていうこともありました。ミサ様とかミントさんはこう上から持ってるんですよね。なので上から持てる方は問題ないんですけど、私はどうしてもこう握っちゃうんですよね。その点はフルルの方がやっぱり弾きやすかったかな。はい、そして次にボディの幅の違いですね。フルルはすごく幅が広いので、私はなんとなく弾きにくさも感じました。デュアルの方は通常の17のと同じ幅なので問題なく幅に関しては弾くことができるんですけども、ボディがちょっと幅広になっているので、真ん中のドが私はちょっと届きにくかったり、ドは届くんですけども、反対側のソまで行こうとするとなかなか距離感が通常のカリンバと違ってつかみにくかったりもしました。これはどうしてもピックアップの幅があるので、この幅は仕方がないのかなと思います。はい、そして次3点目なんですけども、ピックアップの内蔵されている場所が違うので、この持った感じのバランス感覚も違いました。はい、フルルの方は真ん中に
電池が入っているのもあって、そして下にねピックアップの機械のところが入っているので、なんとなく重心が取りやすいんですけども、デュアルの方は上部についていますので、ここでまたブリッジも上の方にありますよね。なのでこう重心が前に行きがちかなと思います。だからやっぱり上から持った方がいいんだろうな。はい、私みたいなちょっと寝かし気味の持ち方には向かないかなと思います。あとは充電の仕方が違いますよね。デュアルはここにコードを挿して USB で充電できます。これがだいたい10分14分とかかかるんですけども、フルルの方は電池がなくなったら電池を交換すればすぐ使うことができます。電池の持ちが悪くなってきたなっていう時にはここでランプがついて知らせてくれるそうなので、その点は分かりやすいですね。デュアルの方はどうなんでしょうね。充電を使い切るまで使ったことがないので、気がついたら充電切れてるのでちょっとこの辺りわからないですけども、私はパッと使いたい時に使いたくて、そうなるとデュアルはあらかじめ充電しておかなきゃいけなくて、その点もなんだろうな、使いにくさを感じてしまっているところもあります。フルルは電池はね予備にあればパッとできますし、はい、そうですね。ここの今これ弾いてマイクで拾ってるかな、このすごくビリビリって音を拾ってますよね。これがなんでそうなってるのかがわからないんですよね。ピックアップの音を拾っているところがここの棒の金属の下にあるので、こことの接触が悪いのか、今右側は鳴ってないんですけども、さっき多分思想を取ってた時はこっちも鳴ってたんですよ。なので若干ビズ音というかビビリ音が入ってたんですけど、なぜかな。これはフルルだけじゃなくて実はデュアルにも同じことが起きています。私が以前ご提供いただいて持っているこちらサペリなんですけども、はい、サペリもちょっとマイクで伝わるかわからないんですけども、この辺りにビビリ音がよく入ったりします。今日はねちょっと控えめだな鳴ってほしい時に鳴ってくれないっていう、ちょっと控えめですね。今日お利口さんでしたなんだよすごくねビズ音がビビビって同じように入るんですよ。ただこちらはね耳を当てて聞いてるとここではなくてこのピックアップの中で鳴ってるんですよね。ビビビビビってこう響いてる何か音がジジジって当たってる、何かが音するんですよね。これがこのネジを外すと蓋が開くらしいんですよ。でこの中でちょっと何か加工するとその音は止まるよっていう話をちらっと聞いたことがあるので、また症状がひどくなった時に一度ビデオを撮りながらやってみたいななんて考えてはいますが、今日はお利口さんでしたならなかった。さっきまで鳴ってたのに難しいな。すごいですね。これね毎日鳴ってるかっていうとそうじゃないんですよ。これ開封した時の動画を見ていただくと分かるんですけども、ここまでひどくなかったはずなんですよね。日本の気候のこの湿度などの変化に弱いのかな。やっぱり電子機器なのでこの点は仕方がないのかな。調子がいい時に撮ってねってことなのかな調子がいいと本当にすごくいいんですよ。今すっごく悪い。昼間にね試して使ってた時はここまでならなかったんですよ。電池を抜いてみて変わるかな。変わらないですね。何かがビズ音のような音になってます。はい、これがどこで鳴ってるのかがちょっとわからないのでね難しい。
難しい。こう常に最高のパフォーマンスができるような状態ではなかったです。うちに来たこのカリンバは。もしかしたら他の製品は違うかもしれませんね。はい。といった形で今回はこちら2機種を比較してみましたが、いかがでしたでしょうか。私が思いつくようなことはとりあえずこれぐらいだったんですけども、他に何かやってほしいことなどありましたらお気軽にコメント欄でお寄せください。今回は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画もお楽しみに。忘れてた忘れてた危ないこれ危ない、閉めるとこだった忘れてたよ、せっかく出してたのに。これデュアルのロリポップスピーカーですね。これをフルルの忘れてた、ここに差し込んで使っても使うことができるんですよ。電池入れてなかった。危ないつかないなと思った。もうパニックこれを忘れてた。これを忘れてたよ。ついた。これをね使うとまた面白かったんで、ロリポップスピーカーここにつけることによって、ほらすごく楽しい。これはね楽しかった。ちょっとうるさいですね、ごめんなさいね。ロリポップスピーカーと内蔵ピックアップの組み合わせ最高ですね。気軽に大きな音で楽しめます。イヤホンで聞くのももちろんいいんですけど、ただね、私のこのフルルについてきたイヤホンなんですけど壊れてたイヤホンのボリュームのところのスイッチを押しながら聞くと正常だったんですけども、そのスイッチを外すと音がね聞こえないんですよ。残念、使えなかった。これでもこの組み合わせ良くないですか。持ってる方がどこまでいるかって話ですけど、こう高音までのこの音の伸びの悪さもある程度このエフェクトでカバーできるような。で先ほどのビツ音もそこまで気にならないですよね。どうですか。これがねすごく楽しかった。これを一番言いたかったのに忘れてた。危ない、閉めるとこだったはい、よろしければロリポップスピーカーを持っている方、この組み合わせがとっても私は楽しかったので、ぜひ試してみてください。もちろんデュアルでも同じことができます。ここに差し込んで電源を入れて、何か音を変えて水色ぐらいにしとこうかな。はい。デュアルの方が高音が伸びにくいんですよね。ディレイモードの方が分かりやすいかな。私このロリポップスピーカーが結構気に入ってて、はい、このような感じでスピーカーに気軽につないで演奏するのも楽しいんじゃないかなと思います。はい、今回は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画もお楽しみに。それでは、すずらんこみちでした。危ない、忘れてた。こいつの存在をすっかり忘れてたよ。ここにずっと出してたのに、これ言うの忘れてた。どうしよう。しまった。ちゃんと切り替え視点を作っておけばよかったけど、そのまま行っちゃったから、もう編集もそのまま行くと思います。まあ、私の動画なんてそんなもんよ。
何かしらやらかしがちですね。はい。ということで、今回は以上となります。最後まで本当にありがとうございました。それでは、また。やらかした。